夜の通り道、フェンス越しにふと目に入った学校のプール。昼間はあれほど賑やかだった水面が、今はただ光の反射だけを静かに揺らしていました。岩観光察ラジオへようこそ。今日取り上げるのは、夜の小学校のプールに感じる水面の反射への違和感についてです。夏休みのプール授業といえば、多くの人にとって特別な記憶と結びついているはずです。歓声と水しぶき、笛の音とビート板が水を叩く音、太陽の光が水面で何度も跳ね返り、プール全体が眩しいほど輝いていました。塩素の匂いと濡れたコンクリートの匂いが、夏そのものの匂いとして記憶に染みついている人も多いはずです。順番待ちの列に並びながら友達とふざけ合った時間、飛び込みを怖がりながらも少しずつ勇気を出した瞬間、先生に見守られながら初めて顔をつけられた日のことを覚えている人もいるでしょう。そんな細かな記憶の断片がプールという場所にはいくつも積み重なっています。そんなにぎわいの記憶があるからこそ、夜のプールを見た時に強い落差を感じてしまいます。これは単なる気のせいでしょうか。それとも昼間の記憶があるからこそ夜の静けさが際立つのでしょうか。実はここに最初の小さな違和感があります。昼間の記憶が鮮明であるほど、その対比として夜の静けさが強く意識されます。つまり夜のプールが特別不気味なわけではなく、記憶とのギャップが違和感を生んでいるだけなのです。プールサイドに敷かれたタイルも昼間は素足で歩くと暑いくらいでしたが、夜は誰の足も踏むことなく、ただ冷たい色をたたえています。更衣室の小さな窓にも明かりはなく、ガラスに月明かりだけがうっすらと反射しています。その静かなガラスの奥にも、かつて着替えの合間に響いていた賑やかな声が眠っているようです。フェンス越しに目を凝らすと、水面には街灯の光が細かく反射しています。風はほとんど吹いていないはずなのに、その反射は少しずつ形を変えながら揺れ続けています。なぜ風もないのに水面はこんなにも揺れて見えるのでしょうか。考えてみると、プールの水は完全に静止することが実はほとんどありません。わずかな空気の動きや遠くを走る車の振動でも水面はかすかに反応します。その微細な動きが反射している光を通して大きく増幅されて見えているのです。つまり水面そのものはほとんど動いていなくても、反射の揺れだけがはっきりと目に見える形になっています。昼間なら子供たちが立てる波紋や飛び込みのしぶきに紛れて、こうした微細な揺れには誰も気づかないでしょう。でも夜はその揺れを隠してくれる他の動きが何もありません。だからこそ普段は見過ごされている水面本来の性質がそのまま目に飛び込んでくるのです。この感覚が夜のプールにある最初の大きな山です。誰もいないはずの場所で唯一動いているように見えるものが光の反射だけだという事実。その静かな動きが胸のあたりに小さな緊張を生みます。一度その揺れに気づいてしまうと、なかなか目をそらせなくなります。反射は規則的なようでいて、少しずつ違う形を描き続けています。同じ揺れ方は二度と繰り返されず、その予測できなさが余計に気になってしまいます。街灯の光だけでなく、遠くのマンションの窓明かりも水面のあちこちで小さく点滅するように映り込んでいます。どの光も等間隔ではなく、それぞれ違うリズムで揺れていて、まとまりのない合唱のようにも見えます。
それぞれの光が独立して揺れながらも、全体としては一つの水面としてつながっていることが不思議に思えます。その一体感と個別の揺れが同時に成り立っていることも、この場所の静かな不思議さの一つです。一つの光源だけを見ていたはずが、気づけばいくつもの光が水面の上で重なり合っています。もう少し近づいてみようと、フェンスに沿って歩いていきます。網目の間から見る水面は、近づくほど輪郭がぼやけて見えます。フェンスの格子と水面の光が重なり合って、どこまでが網目でどこからが反射か、一瞬わからなくなります。その視界の曖昧さが、落ち着かない気持ちを強めます。目を凝らせば凝らすほど、網目の格子と反射する光の境界が、かえって見分けにくくなっていきます。瞬きを一つすると、少しの間だけ視界がリセットされたように感じますが、再び焦点を合わせると、また同じ曖昧さが戻ってきます。その度に自分がどこを見ているのか、一瞬だけ確認し直す必要があります。普段なら意識もしない、そんな小さな確認作業がこの場所では何度も繰り返されます。これは何か良くないことが起きているわけではありません。ただ人の目は規則的な模様が重なると境界を認識しにくくなるだけです。でもその認識のしにくさが、まるで水面の向こうに別の何かがあるかのような印象を与えてしまいます。これが2つ目の山になります。見慣れているはずのプールの輪郭が、フェンス越しという条件だけで急に曖昧になってしまう。その視界の変化そのものが違和感の正体の一部なのです。しばらくその場に立っていると、ふと耳の奥に水音が残っているような感覚があります。もちろん実際には何の音も聞こえていません。でも夏休みのプールの記憶があまりにも強く水音と結びついているため、静けさの中でその記憶が勝手に再生されてしまうのかもしれません。これが3つ目の山です。聞こえていないはずの音が記憶の中でだけ響いている。目を閉じてみてもその感覚は消えません。むしろ視覚の情報がなくなった分、記憶の中の水音の方がより鮮明に感じられます。歓声とかさなった水しぶきの音、飛び込み台から落ちる瞬間の水音、それらが混ざり合ったまま静けさの中で反響しているようです。その感覚に気づいた瞬間、少し落ち着かない気持ちになります。早くこの場を離れて明るい通りへ戻りたいと感じる。この感覚もまた良くないことが起きているわけではありません。ただ記憶と現実のズレが一瞬だけ強く意識される、それだけのことです。背後を振り返ると、自分が歩いてきた道の街灯がポツポツと並んで見えます。その明かりの列に向かって少し早足で戻っていく自分に気づきます。一歩ずつ距離が縮まるごとに背中に感じていた静けさが少しずつ和らいでいくのがわかります。ここまでの流れを少し整理してみましょう。夜のプールでは昼間のにぎわいの記憶があるからこそ静けさが際立ち、風がなくても水面は揺れて見え、フェンス越しの視界は曖昧になり、聞こえないはずの水音が記憶の中に残り続けます。これらはすべて何かが起きているわけではありません。ただ人間の感覚と記憶が昼と夜のギャップに対して敏感に反応しているだけです。でもその敏感さがプールという場所の見え方を大きく変えてしまいます。昼間のプールは子供たちの声で満たされ、先生の笛の音が響き渡ります。その音の主役は常に人間でした。でも夜のプールでは音の主役がいなくなり、代わりに光と水面だけが残ります。
これはとても不思議な状態です。同じ水、同じフェンス、同じ建物なのに、時間帯が変わるだけで、全く違う場所のように感じられます。これはプール自体に何かがあるからではなく、プールが本来持っている静かな水面という性質が、昼間は人の声にかき消されているだけなのかもしれません。昼間は気づかない水そのものの静けさが、夜になって初めてその姿を表しているのです。プールという場所は本来水を溜めておくだけのシンプルな設備です。そこににぎわいを与えているのはいつも周りにいる人間の存在でした。その人間の要素が丸ごと抜け落ちた時、残るのは水と光という最も原始的な組み合わせだけです。考えてみれば、プールという施設が作られる前から水面に光が反射するという現象自体はずっと存在していたはずです。人がそこににぎわいを持ち込んだのはほんの一時的なことに過ぎず、水面の静けさの方が本来の状態なのかもしれません。夏休みが終わったプールは、授業がない日には昼間でも静かなことがあります。その静けさは夜のプールとはまた違う印象を持ちます。昼の光の中での静けさはどこか穏やかで、夜の静けさは少し緊張感を伴います。同じ静けさでも光の質によって感じ方がこれほど変わるのだと改めて気づかされます。昼の静けさにはまだどこかに人の気配の名残があります。始業前の教室から漏れる声や遠くの調理室から届く匂いが完全な無音を防いでくれています。でも夜になるとそうした名残さえも消え去り、純粋な静けさだけが残ります。その純粋さこそが少し緊張感を伴う理由なのかもしれません。音が全くない空間に立つという経験は日常生活の中では意外と少ないものです。だからこそその静けさの純度の高さに体がうまくなれずにいるのでしょう。考えてみればこれはプールに限った話ではないのかもしれません。夜の公園の噴水も昼間のにぎわいが嘘のように水音だけを一定に響かせています。その時は気に求めない感覚が学校のプールという記憶と結びつきの強い場所では急にはっきりとした形を持ち始めます。普段は気づかないほど小さな違和感が夏の記憶という土台の上で大きく拡大されて見えているのかもしれません。夜の水族館の大水槽も昼間の来場者の声が消えた分、水の揺らめきと光の反射だけが強く印象に残るといいます。水という同じ要素が音を失った時にだけ見せる顔は場所を問わず共通しているのかもしれません。夜の川や貯水池でも同じような静けさが訪れます。昼間は釣り人や散歩する人の声でにぎわっていたはずの水辺が夜になると水面の反射だけを残します。その反射を見つめる人の感覚もきっとプールの前に立つ時と似たものになるのでしょう。水という存在はどんな場所にあっても光を受け止め静かに揺れ続けるという共通の性質を持っているのかもしれません。水面の反射はそんな自分の違和感を象徴するように揺れ続けます。誰のためでもなく、ただ物理的な条件として揺れる光。その光を見つめているのは今この瞬間自分だけかもしれません。明日の同じ時間にはまた別の誰かが同じようにこの水面を見つめるかもしれません。でもその瞬間も今夜見ている自分のことは誰も知らないままなのです。そう考えるとこの静けさは自分だけに贈られたささやかな時間のようにも思えてきます。もう一度水面を見つめ直すと
反射の揺れ方にある種の美しさも感じられます。規則性のない揺れは不安であると同時にどこか見入ってしまう魅力も持っています。じっと見つめていると時間の感覚が少しずつ薄れていくようにも感じます。数分のつもりがもっと長く見つめていたのではないかとふとがに帰ることもあります。この違和感に名前をつけるなら音の抜けた水面なのかもしれません。昼間はあれほど賑やかだった場所から音だけがそっくり抜け落ち、光の反射だけが残っている感覚。その光は誰かを脅かすためのものでも不安にさせるためのものでもありません。ただ物理的な条件で揺れているだけの光がたまたま夏の記憶と重なる場所で人の心細さと重なってしまっただけなのです。音が抜け落ちても水と光という組み合わせ自体は何も変わらず存在し続けています。変わったのはただそれを取り巻く人の気配だけなのです。次に夜のプールのそばを通るとき水面の反射に気づいたら少し違う気持ちになるかもしれません。それは何かに怯える感覚ではなく自分の感覚が少しだけ敏感になっている証拠です。それまでは何気なく見過ごしていた学校のプールという日常の風景に初めて意味を感じる瞬間かもしれません。明日の朝にはまた子供たちの声がプールに戻り水しぶきと歓声で満たされるはずです。先生の号令や準備体操の掛け声もまた明るい空気の中に戻ってくるでしょう。日焼け止めの匂いと濡れたタオルの感触も夏らしいにぎわいとともに帰ってきます。でもそのにぎわいの下にも今夜と同じ水面が変わらず横たわっているのだと思うとプールという場所の見え方が少しだけ変わってくる気がします。たくさんの記憶が積み重なった場所にもこんな静かな一瞬が隠れているのかもしれません。自分が通っていた学校のプールも今頃どこかで同じように静かな夜を迎えているのかもしれません。もう何年も訪れていないその場所も今この瞬間同じ水面の反射をたたえているのだと思うと少し不思議な気持ちになります。記憶の中の賑やかな景色と今頃そこにあるだろう静けさが同じ場所で重なっているのです。その重なりに気づくだけで過去と今が一つながりになったような不思議な感覚を覚えます。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。